はい、それでは始めていきましょう。はい。今回、第6回目というふうなことになりますけれども、今まではいろいろ聞いてまいりましたけれどもね。そうですね。で、前回まで生き物がね、好きだっていうことで、海の生き物が好きだっていう話だったんですけれども、何かこれ、好きになるようなきっかけとか、なんかこういうイベントがあって特別生き物が好きになったみたいなのはありますか？あ、えっと、まあ、最初的は、中学と高校時代の教育は何でも勉強しますよね。で、全教科の中で一番興味あるだし、勉強しやすいだと思った教科は生物ですから、出会った生物の教師もみんな優しくて、あの教育の仕方が面白くて、それからだんだん好きになって、大学時代の時もスクーバダイビングのライセンスを取ったから、海洋生物好きになりました。なるほど、そういうことですね。ちゃんといい先生に巡り合った。はい、そうですね。それは一番。それは大事だよね。そうですね。はいはい。ダメな先生に巡り合っちゃうと、その教科嫌いになっちゃうもんね。そうですね。こういう、例は多分いっぱいあるだと思います。そうなんです。それ少しちょっと気になってたんですよ。だって台北のど真ん中にいてて、いろんな生き物に触れ合う機会ってむしろ少ない方じゃないですか。だから田舎に住んでる人がなんとなく日常を見る生き物を好きになるとかとは全然違う。で、それはそういう風なパターンで好きになる人ってたくさんいるんですよ。いますよね。実際たくさんいるんですよ。で、そういう人たちは、なんで好きになるんだろうかなっていう。でも男の子とかだったら恐竜博士、昆虫博士、今いっぱいいるなと。で、台北の都市部に住んでいて好きになるプロセスっていうのは学校の先生がいい先生だった。でも私にとっては逆に珍しいことだったら見るチャンスがある時すごく興奮して好きになるかなと思って、ですから台北のど真ん中に住んでいてあんまり海見るチャンスがなくて、だから見る機会があればそれが珍しくて大切にしたいだと思います。そう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 。珍しいものだよね。そう珍しいもの。自然は珍しいし、都会の子にとっては自然は珍しいかな。逆に田舎に住んでると自然好きっていうパターンもあれば、見慣れすぎていて、何ら興味を持たないっていうね。セミとか見てもさして興味がないとか、カブトムシとかもう毎日飛び込んでくるから全然興味ないよっていう人もいるし、で都会から田舎に来てカブトムシがいるとなんだこりゃー、うわーとか魚が泳いでる、うわーってなる。そういう新鮮な気持ちは大事だと思います。そうで、基本的にでもその中でも海洋生物スキューバダイビングをやって好きっていうことなんですけども、それは何か特別に海の生き物がいいっていう気持ちになるイベントはやっぱりスキューバーをする。そうです。もう誰かが誘ってくれたとか、自分の中に何か強い気持ちがあったとか。多分もう大学時代からもうちょっと海洋生物の研究について興味があったから、ちょうど夏休み大学1年から2年になる夏休みの時はちょっとコンフランスみたいなイベントがあって、あそこでいろんな海に関する生物の知識を勉強して、スキューバダイビングの技術も勉強して、あれはなんか2週間ぐらいの会議ですから、いろんな教授、中央研究員からの教授とか、なんか海洋に関する大学の教授も誘ってきて、いっぱいの講義してくれて、こういうイベントがあるから、海洋生物に興味がますます
強くなりました。どっかでそういうサイクルが始まったんで、だからその時に多分中学の先生なり高校の先生がいい先生だったけども、多分英語でも数学でも、社会でも他の科目でもいい先生はいたかもしれないけど、そうですね。なぜかこう、まあ、自分的に一番面白い科目も大切ですが、大切な原因ですから。そうだからこれなんかもともと自然に対するアフィニティというか、いいなっていう気持ちと、そうですね。面白いなって思わせてくれる先生がいて、でそっちに進むんだと思って行ってみてスキューバしたら、面白いってなってで面白いってなった後にもうそうなるとサイクルがね始まりますよね。いろんな原因を重ねてくるんですよね。でスキューバとかって怖くなかったですか？最初はすごく怖かったです。最初は全然まともに同じ位置できなかったから、最初の5日くらいは怖くて緊張して全然周りちゃんと見ることができなくて、でその後なんか先輩にあの水中水の中にいる時は気楽してちょっと、まあ、周りを見て機嫌を取り直してリラックスすればちゃんとやれるよと言われたら試してみて、本当だ、なんか外をあそこに何か魚がいたとか、あそこに何か生き物がいたとかと見たら、もう全然なんか緊張な気持ちをリラックスさせて、まあ、ちゃんとできるようになりました。マスククリアとかにするやん。マスク外してください。はい、そうです。そうあですね。れが怖くてね。いや、私は。実はあれをやること、マスクを外すことは、まあ、目が痛くなるだと思ったら、まあ、実は普通にプールの中でも時々水がグラスの中に、水泳グラスの中に入っちゃうことですけど、海の中だったら比較的に目が痛くならないですよ。はい。浸透圧が違いですからまあちゃんと見えないブラシ、全部の周りの全部のものはブラシしてるだけです。あれが怖いだったらもうしょうがないですね怖いよ。もう水がどんどん入ってくるんだもん。うわってさ。でも目が痛くならない目が痛くならない。私には大丈夫です。いろいろとね、先生にいろいろとこう怖い話をねされるわけですよ。そのスキューバ、私も一応資格取りましたけどね。そうですか。一応取ったんですけど、取る時に水深30メートルのところでマスク外してね、はい分かりました、まあやれますよね。でもやっぱり自分もこう泳いだりした時にもう背中に背負ってるボンベの違和感が半端なくてだから沈んだ船の中に行って作業する人とかいるじゃないですか、まあ、そういう厳しい資格じゃないっていうのは分かってるんですけども、やっぱ怖かったですよね。でやっぱ怖い生き物の話も聞かされませんでした？そうですか。なんかクラゲとか。クラゲに刺されたらとかそうですね。ねえ、ダルマオコゼとかトゲを持ってる魚がとか。一度だけウニに刺された足のところでトゲ残るでしょあれ。トゲ、はいはいあれうざくなかったです？うわまあちょうどあの時一緒にダイビングに行った友達が病院の方ですから心強いんですね見えてる恐怖はねそんなに怖くないよね。ウニだ刺された、よし分かった、やっぱりよく言われたのはパニックになる人はなんだか分からない怖さが心の中からどんどん出てきてしまって、でそれが怖いサイクルに回り始めてパニックになるっていう。そうですね。怖い、なんか知らないから怖いです。そうウニに刺されたあれはウニだ、まあこれは OK、トゲが見えるからウニかなと思って。何かわからないものに刺されるかもしれないっていう、何も来てないことでビクビクしちゃう人とかっていうのもいてたりとかするんでね。私多分あんまりまだ起きてないことを考えないタイプですからもうそんなに深く考えてない人ですからもう
やりたいだったらやるだけです。なんかそういろいろそういうエピソード聞きまして、女性の方でダイビングされる方でね、はい。普通のダイバーの人からしてもいきなり何の恐怖もなく僕らからしたら怖いことをやってしまうっていう。そうです。あーた可愛い生き物を見つけた、シャー、でもそこは船が止めてるロープとかがあるよっていうところにこう行っちゃったりとかするっていう人の話とか聞いて、やっぱりこの生き物見たいっていう気持ちの方が強くなると、怖さがなくなるのかなっていう、さっきの先輩が周りを見てリラックスするといいよ、でそういうことですよね。見てると楽しくなるんですよね、はい、そう中でね。ですね。夢中になっちゃったら夢中になっちゃう大変危険ですよ危険ね。一応意識的に船とか何か水の上に何か影があるならあそこを避けているですから、船危ないですね。いいよ。怖いですね。聞かされてもスクリューが回ってますからとかって言われて、で船の一応免許も持ってるんで、すごいですね。一応でやるわけですよ。もし人が落ちたらね、人をスクリューに巻き込まないようにこう避けますみたいなのをやったりするんですけど、だってダイバーさんとか見えないもん。船乗っていろいろ作業をやっててさ、そこにダイバーがいるとか気づいて避けるとかできないから、なんてことあったら怖いよねみたいなことはそんなことは少ないに決まってるんだけど、想像しちゃうとやっぱ怖いよなって。そうですね。絶対大怪我になりそうですから。あんまりそういうのないまあそう今までダイビングの経験はそこまで多くないし、ダイビングすれば絶対決まっているダイビングスポットに行くんですから、そこまでの心配はいらないかなと思って、必ず誰かと一緒に潜るんですよね。はい。一人で潜るのは危険すぎるんですね。なんかどこかで沈んでも誰も知らないよ。全然誰も絶対。見つからないよ。そうですね。でダイビングが好きっていう人は多分お友達にもご自身も好きってところから始めるってところあるんでしょうけど、これ仕事にするとか学問にするとか、これで博士課程取るぞみたいな気持ちになれるというかなるっていうのは、これは何か。なんかこの前私今でも海洋生物に関する研究をしていますが、以下に以下を対象にして研究しているからもダイビングのテクニックは使えないですから、この前も他の先生に聞いたんですけど、なぜなんかダイビングできるのに自分の研究を合わせてダイビングのテクニックも加せて研究しないのと聞かれたら、イカの研究最初はイカの研究がしたいですから、もうイカの研究をすればダイビングはなしで終わらせるですから、で自分でもダイビングのテクニックそこまで上達していないですからと、他の人すごくダイビングが上達の先輩とか友達から聞いたんですけど、趣味が仕事になったら大変ですよね。疲れるんですから、そもそもダイビングは疲れることですよね。体力がいっぱい使わないと。私も無理。そうですね。無理。本編重いですよね。腰にくる。そうですね。腰にくる。腰にくるなと思ってプロのインストラクターさんに聞いたら、腰やられますからね。私も最初訓練した時、最初じゃなくて2週間ずっと腰とか背中が痛くて、本編にずっと押されて、ちょっとなんか黒くなくて怪我しちゃいました。だからあれですよね、生き物が好きって言って海の生き物が好きって言っていろんなパターンがあって、漁師さんになって魚をバリバリ取ろうとか、ダイビングをやってインストラクターになろうの人もいますし、いろんな人がいると思うんですけど、ここで自分むしろダイビングバリバリじゃなくて
研究だなっていうふうにまあなんかそこはどっかで思ったんでしょうね。本読むとか論文読むとか論文書くとかデータを取るとか考えるの方が自分は向いてるかなとかなんかそういう感じです。そうバリバリ海に毎日ではない。海が好きのは見る方が好きから、絶対に入りたいとかそういう気持ちじゃないですから、まあ魚種とかも、まあ、別に魚に興味ないですから、私無脊椎無脊椎の方が好きですが魚はもう、まあ、私の範囲興味ある範囲外ですから。そうだから図鑑を作りたいっていう人もいるよね。そうですね。ダイビングやっててすごい綺麗な魚の写真を撮りまくってとか。そうでそれでそうなんですよ。だからどちらかっていうとなんというか体力パイと一発外にアウトドアずっとアウトドアっていうんではないなっていうふうなまあそれはご自身で分かってたしで研究するとっていうふうな感じのがまあ向いていたんですよね。まあ研究もうまくいっている感じです。疲れているけど、まあまあちゃんとやっていきます。論